今日は世界旅行を回ってて一番聞かれる質問、世界旅行をしててどの国が良かったについて回答します。はいどうも、会社員を辞めて夫婦で世界旅行しているゼオです。すみです。今日のテーマは世界旅行をやってて友達とかから一番聞かれる質問、世界旅行をやっててどの国が一番良かったかっていう質問についてズバリお答えしたいと思っております。そうそう、友達とかにマジで一番聞かれる質問だよね。マジ絶対聞かれるこれ結構答えるのが難しくて、本当に今もう何十カ国もしかも2年間ぐらいずっと回っている状況なので、どの国行ってパッと答えるのって難しいんですよ。本当に信じられないくらい美しい絶景とか奇跡の瞬間とか人間の歴史とかを感じる街とかをいろんなものを見てるので、一言でこの国がいいですみたいな答えるのはすごい難しいんですけれども、これ皆さんいろんなものを日々食べられてると思うんですけれども、今まで生きてた中で一番美味しい食べ物って何ですかって聞かれてすぐパッて答えるのって難しいじゃないですか。でそのぐらいパッと答えるの難しいので、今日はランキング形式にしてそれを整理してお答えしていこうと思います。ちなみにすみちゃん、なんか今まで食べた中で一番美味しかったものって何？カレー。今日のテーマなんですけれども、海外旅行と一言に言っても、例えばビーチが好きな人がいたり、お酒が好き、ご飯が好きな人とか、あと夜の遊びを楽しみたい人とかもいろんな軸があると思うんですけれども、僕たち夫婦の世界旅行の軸っていうのが、一生に一度は見てみたいっていう絶景を全て回るっていうことをテーマにして回ってますので、僕たちの軸としては絶景を軸にして紹介していきたいなと思ってます。その中で友達にもし聞かれた時に答えるっていう前提で、今日はランキング付けをしていこうかなと思うんですけれども、友達に聞かれるってなると、まずはイメージが湧くかどうか。例えば本当に超マイナーなアフリカのどこどこですみたいな言っても、どこそれみたいな、何がいいのみたいなわかんないんで、まずは友達を前提としてここだよって言って、あそこ良さそうだねみたいななるところ、イメージが湧きやすいというところっていうのが一つ目。あと友達が長期休みがあった時にワンチャン行けそうな国、行けなさそうな国言ってもやっぱり現実味がないので、ワンチャン行ってほしいっていう友達だからワンチャン行けそうな国で、最後に世界旅行ならではの体験談というか、例えば世界旅行で一番どこが良かった聞かれて、韓国かなみたいななると、お前世界旅行の意味ないやみたいな近すぎるみたいなあるんで、せっかくなんで世界旅行で得た知見をお伝えしたいということで、まずはイメージがつきやすいところ、ワンチャンお休みでも行けそうなところ、あと最後に世界旅行ならではの知見っていうところ、この3つの軸をランキング形式にして皆さんに今日はお届けしていこうと思います。いやこれね、めちゃくちゃね正直悩んだよね。めちゃくちゃ悩んだ、ね、悩みに悩みすぎて8時間寝ちゃった。いやめっちゃ寝とうやんはい、ということで早速行っていきましょう。世界旅行で行ってよかった場所ランキング第7位。第7位はイタリア・ドロミテです。まずは皆様ご存知アルプス山脈です。アルプス山脈といえば皆さんスイスを想像するかと思うんですけれども、アルプス山脈ってめちゃくちゃ広くて、北側はスイスなんですけれども、南側ってイタリアの北部になってくるんですね。そのイタリア北部のアルプス地帯をドロミテっていう地名で呼ぶんですけれども、なんでアルプス山脈に行こうとしてスイスじゃなくてイタリアに行ったかっていう話なんですけども、まずスイスって今物価が爆裂高いんで、行ってテンション上がりきらない可能性もあるなって、物価って結構なんやかんや心の安心というか、物価が高すぎるところにあえて狙っていくよりは、まあ普通なイタリア側に行ったらいいんじゃないかっていうことで選びました。あとはもう一つ大事なのは車の免許の問題がありまして、日本の免許で取得できる国際免許で運転できる一覧がバーってあるんですけれども、スイスってその中には入ってなくて、イタリアは日本で取得できる国際免許で普通に車運転できるので、僕たちカメラとかドローンとかの機材がめちゃくちゃ多いので、バスとか電車の移動って結構ハードになってくるので、車移動はしたいなってところでイタリアの北部のドロミテを選びました。で最後に3つ目なんですけれども、これは結構好みなんですけども、ドロミテっていう地域に行きたいスポットとか泊まりたいホテルっていうのが結構明確に今回あったので、スイスってなんかふわっとすごい素敵な場所っていうイメージはあるんだけど、スポットって
ってどこなんだろうってちょっとふわふわしてたんで、明確にイメージのあるドロミテの方に行きました。もちろんね、時間もお金もあったらイタリアのドロミテも行けばいいし、スイスも両方行けばいいっていう話であるんだけど、人生って有限なんですよ。いや本当だよね。本当不思議。もう会社員辞めたら無限に時間があるんじゃないかって思うかと思うんですけども、やっぱりね、両方はね、なんか行く気になれないというか、やっぱりこう優先順位つけて世界には回んないといけない国がいっぱいあるので、たくさん時間がある中でも優先順位をつけて回んないといけないってことで、今回はアルプス山脈はもうイタリアのドロミテ行こうってことで選びました。イタリアのドロミテってどんな場所かっていう魅力を紹介したいなと思うんですけれども、アルプス山脈の麓の絵本のような牧草地帯と家屋、そして本当にハイジの世界観という形で素晴らしい絶景が広がってます。さらにその山々に囲まれた綺麗なホテルと現地の人たちとの触れ合い、イタリア独自の美味しい料理、これらが僕たちの心と体を満たしてくれたっていう感じになっています。おすすめのスポットとしてもいくつかあるんですけれども、まずは彫刻のような高い山々と朝日のコントラストが美しいアルペディシウジ、あと全方位美しい美形に囲まれているセチェダ、戦争の歴史と3つの頂が見えるトレチーメ、そして最後に絵画の世界にそのまま入り込んだような空間ブライエスコ、このあたりがおすすめで、この後また詳しい Vlog とかも出そうと思っているんですけれども、今後ね、そういったところをどんどんエピソードにして出していこうかなと思っております。これドロミテさ、すみちゃんどう？なんか印象に残ってるってことがある？たくさん残ってるけど、特に残ってるのはトレチーメで、トレチーメは世界旅行で一番過酷なトレイルで、往復7時間ぐらいかけてトレイルしてて、私たちが行ったのが11月だったんだけど、オフシーズン入ってて、スタート地点まで本来は車で行けるのに徒歩だったのよ。でその徒歩がめちゃくちゃきつくて、すごい傾斜のある坂を2時間ぐらいかな、登ったよね。スタート地点に行くまでに2時間2時間本当にきつくて、さらにスタート地点着いてからも雪がめちゃくちゃ積もってて、山頂まで行くのも超ハードで、けどすごい絶景が待ってるって思って頑張って登ったら吹雪いてたの。真っ白。想像を絶する過酷さで、辛い体験って自分の中で思い出に残ってて、世界旅行の中でも一番過酷なトレイルをやって、でやっぱり海外だからオンユアリスク、柵もないし、雪がもうしっかり積もった山で膝ぐらいまで足がズボッと入るぐらい積もってるんだけど、自分の責任でやってくださいって感じで、これは引き返すわけにもいかないでしょってことで、僕らもとこ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 雪が積もってる中、そんなこと人生初なのにトレイルしてね、過酷なトレイルでトレチメの綺麗な3つの頂を見ることができた。なんかその時の山でさ、とんでもないスキニーデニム2機いたよね。いた、ね、しかもダメージデニム2機だった。Okay, shoot. Shoot it, don't worry. He will damage the animal. I cannot believe that. It's not freezing. It's fine. Skinny. I'm warm. Oh, really? The jacket is good. いや、僕らも完全防備で、トレチームってめちゃくちゃ標高高いし、その時吹雪だったんで、しっかりスノボウェアを軽くしたような防水防風で上下着て、でチョコレートとか飲み物とかしっかり登山のグッズを背負って行ってたんですよ。街中でも来たんですかみたいな兄ちゃんがやってきて、チャオみたいな。しかもすっごい爽やかな、もう超大吹雪の中でダウンに雪とか積もりながらハローみたいなハワイみたいな感じで来て、超イケメンなのね。超イケメン、爽やかなチャオみたいな。そのダメージ人生来たのみたいな。そうもうなんかね、このアウターがちょうどあったかいんだよねみたいな。そういや、そんなここ街じゃないんだからみたいな。けどイケメンの笑顔にだいぶ山頂で疲れ切った私たちのさ疲労結構薄まったよね。取れたよね。もうここがどこなのか分かんなくなった本当にっていうのがね、トレチーメの思い出であります。はい、じゃあ次、世界旅行で行ってよかった場所ランキング第6位。第6位、インドネシアバリ島。
バリは日本人にもすごい人気で、日本からも結構行きやすいですし、あとバリ独特のおしゃれなデザインのホテルとか、治安が良くて物価も安いってことで、日本人もすごい大人気の場所が、第6位でございます。現地のバリヒンドゥー教っていう、これまた独特なお寺や建造物がたくさん島中にあるし、中心部のウブドに行くとジャングルの中でリゾートが味わえる。世界でもここでしか味わえない空間が待ってるっていうところが魅力だよね。で、バリの Vlog は以前も出したんだけど、僕たちのチャンネルとしては超人気で、詳細はそちらを見てほしいんですけども、おすすめスポットとしては、バリ中心街のスミニャックやクタでおしゃれな街を楽しんだり、カフェ、レストラン、買い物を楽しんだり、夜はビーチクラブっていうところがあるので、そこでお酒を飲んだりとかもすごい楽しいです。私めっちゃビーチクラブ好きだったわ。ポテトヘッドとか。そう、ポテトヘッドっていうビーチクラブ、2回リピートしてるよね。行ってる、夜といえばそこ行って、そう綺麗な夕日をみんなで見て、インフィニティプールに入ったり、テラス席でお酒と美味しいご飯を楽しんだりっていう感じのがバリの中心部の街の楽しみ方っていう感じがおすすめスポット1個です。あとはバリの中心部のウブドっていうジャングルエリアもすごいおすすめで、バリ独特のジャングルの中でリゾートプールが楽しめるっていうところと、あとはライステラスとか、お寺とか滝とかもすごい多いので、よりバリのローカル感を味わいたい、バリっぽいテイストが味わいたいっていう人はウブドが超おすすめです。なんか実際ウブドはさ、絶対行っておいた方がいいよね。そうだね。正直日本人の社会人の方もバリは行きやすいんで、結構行ってる方もいると思うんですけども、ウブドまで行ってバリ感、非現実感は味わってほしいなっていう。あとバリから船が出てるので離島に行くっていうのもすごいおすすめで、おすすめとしては近くの有名なペニダ島っていうところで、恐竜の形をしたビーチがあるケリンキンビーチっていうのがあるんですけれども、そのケリンキンビーチに行ったり、もう少し足を伸ばすとギリ島っていうところがあって、海に沈む神秘的な石像を海の中で見ることができて、海自体もすごい綺麗なんですけども、その中でもすごく映える石像を見るっていうのもギリ島もすごいおすすめなので、より冒険感を楽しみたいっていう人はペニダ島やギリ島に行くっていうのもすごいおすすめです。冒険好きは絶対離島おすすめ。行ける日数が限られてる人は日帰りでも行けるペニダ島がおすすめだし、一泊できる人はギリ島がおすすめかなと思います。すみちゃん的ななんかおすすめはなんかある？たくさんあるけど、厳選するってなるとカヨンジャングルリゾート。ホテルね。そう、部屋がバリ風の建物でものすごく広くって、部屋にもプールがついていて、ジャングルの中にこう自分がなんかいるっていう非現実的な空間がもうすっごい癒されて楽しかったんだよね。あとバリならではの三段プール、あそこの三段プールのインフィニティプールもすっごい良かったし、あとカヨンはね、ご飯も美味しいの。美味しい、ご飯美味しい。ご飯も美味しくて、朝食込みだったんですけど、朝食はこうアラカルトタイプ、すっごいご飯も美味しくて、もうゼオさんだいぶ気に入っちゃってたよね。めちゃくちゃ美味しかった本当に。カヨンジャングルリゾートの朝食は世界中のホテルの中でも一番美味しかったっていうぐらい印象にすごい残ってて、普通ビュッフェとかの朝食で美味しいはあるけども、アラカルトで1品ずつメニューから頼めるタイプで、しかもこだわりがもう半端なくて、僕サンドイッチ卵サンド頼んだんですけどクロワッサンの中に卵サンドが入ってたりとかして、なんじゃこりゃみたいな。でスムージーみたいな、ドラゴンフルーツスムージー頼むとちゃんとフレッシュフルーツで濃厚にこされてて、手が込んだ一品一品がやってきて、なんじゃこらおうまさをみたいなそう、普通僕たちってあんまご飯を Vlog に撮ったりしないんだけど、感動しすぎて携帯取り出して携帯で初めて撮ったかもそうだよね、正直あんま期待してなくて、全然準備してなくて、服装とか寝巻きみたいな感じ、寝巻きみたいな感じですっぴんで行っちゃってたし、気抜いてたけど、世界旅行で一番朝食美味しかったんじゃないかなと思う。美味しかったと、そう、カヨンジャングルリゾートっていうのが予約なかなか取れないんですけど、安い日だと2人で4万円で1人2万円ぐらいで泊まれるんですけど、5つ星ホテルなんで、日本の価格からしたら結構安い。あれ正直20万とかのクオリティが4万円。予約はね、しっかり日程を見て、高い日程になっちゃうと十何万とかなっちゃうんで、あらかじめ見てからチェックしておくっていうのがおすすめになります。はい、それでは次、世界旅行で行ってよかった場所第5位。第5位はイギリス・ロンドンです。はい、次はですね、世界の中心地ロンドンになります。ヨーロッ
パの中だとパリとかスペインとかおしゃれな街でコーツつけがたいっていうところはあるんですけれども、ロンドンの街中で僕たちがめちゃくちゃ気に入ってるのはロンドンバスとかブラックキャブって呼ばれるおしゃれなタクシー、街中常時いつでも見ることができて、日常的にそれをね利用できるっていうところが体験型の旅行として一番気に入ってるポイントかなと思います。イギリスの料理ってあんまり美味しくないっていう風に聞くんですけれども、僕たちはホテルの朝食で出るソーセージ、目玉焼き、トマトやマッシュルームのグリル、そしてベーコンがセットになったイングリッシュブレイクファーストっていうのがかなりお気に入りで、めちゃくちゃ毎朝楽しみで朝起きてどこどこ朝食会場に行ってすごい食べながらその日の作戦立てるみたいな、朝6時から9時までずっと言い続けるみたいな味のバランスがいいというか、お気に入りの朝食がイギリスで食べられるってことで第5位にしています。おすすめのスポットとしては一番有名なのがビッグベン、これイギリスの国会議事堂のビッグベンになっていて、ビッグベンの近くにはロンドンアイっていう観覧車も見ることができるので、テムズ川沿いのロンドンアイとビッグベンを見るっていうのは一番おすすめになります。あとは映画ナイトミュージアムの舞台になっている自然史博物館だとか、みんなが集うピカデリーサーカスだとか、ロンドンを象徴する橋タワーブリッジとか、ロンドンの街中では観光のおすすめになってきます。すみちゃん的にはどうですか、ロンドンは。ロンドンね、もうダントツで可愛い街だし、街の雰囲気がものすごくいいですよ。英国式の建物、ハリーポッターの世界に入り込んだかのような街並みがすっごい好き。可愛いよね。可愛い可愛い。でその可愛い英国式の建物の中に溶け込んでロンドンバスとかおしゃれなタクシーが走ってて、すっごい統一感があってすごい好きなんですよ。街並みがねすごいいいっていうのは。いいよね、うん、あとね、個人的に思ったのがヨーロッパの中でも治安がいい街だなってすごい思って、よく私たち電車もバスもロンドンで乗ったんだけど、パリとかだと荷物をギュッと気をつけてたけど、ロンドンはスリをそこまで気にしなくても過ごせたっていうのは個人的にポイント高かったかな。確かにね、夜ロンドンバスを写真僕撮りたくて、リュックを背負って、やっぱ写真撮るときってリュック重いんだよ。下ろして撮る、ストリートフォトするんですけど、リュックやっぱパリとかだとね、撮られそうですごい怖い。怖いよね、治安悪いとこ、治安悪いというかスリが多いとこだとバッグとか本当すぐ取られちゃうんで、怖かったんですけど、ロンドンは周り見てても、夜でもそこまで変な人って少なかったなっていう印象はあるんで、治安としては比較的いいかなっていう感じかなと思います。でなんかロンドンはこれ話すかどうかちょっと微妙なんだけど、ホームレスの人に対して優しいなっていう場面を何回か見てて、コンビニの横にホームレスの方がいて、日本とかだと結構無視するのかな、で通り過ぎるんだけど、コンビニに入ってく若者がこう入っていって、出る時にホームレスの方の分もチョコバーみたいなの買って、どうぞみたいなの場面見て、すごいみたいな、でなんかちょっと頑張りなよみたいな、元気出しなよみたいな一言かけて、他の場面だとママとちびっこの女の子が歩いてて、でママがちびっこにお金かな、を渡して、あそこにホームレスいるから渡してきなさいみたいな、はいママ分かったみたいな、どうぞみたいなっていう場面も見て、調べてないんで文化なのかどういうあれなのか分かってないんですけど、世界中回っても初めてそういう場面を見て、治安がいいに関係するかどうか分かんないんですけど、そういうエピソードもあったんで、結構ロンドンの印象はいいイメージ持ってます。そうだよね、確かに。はい、ここからはガチでおすすめなゾーンになってきます。ここから正直もうどこの国が1位になってもおかしくないようなおすすめゾーンに入ってきます。世界旅行で行ってよかった場所第4位。第4位はアイスランドです。氷と炎の国と呼ばれるアイスランド。火山、氷河、滝、オーロラ、この世の全ての自然現象を詰め込んだ国と言っても過言ではないアイスランドはね、本当に自然がね、迫力がやばかった国になります。アイスランド治安もいいですし、経済もめちゃくちゃレベルが高くて、1人当たりの GDP ずっとトップランキング入りしてますし、世界の幸福度ランキングももう例年トップ入りみたいな、結構最強の国だと僕は思ってて、確かに今後僕もアイスランド大好きなので、アイスランドで過ごした10日間のメガ Vlog をこの後出そうと思ってるんですけれども、おすすめスポットとしては数えきれないほどの滝、そしてとんでもなくでかい氷河地帯、地球の動脈にも見える壮大な大地、夜に見ることのできるオーロラ、そしてそこに住む現地の馬やアザラシたち。正直これはね、言葉だけでは表現できないので、今度そのリリースするアイスランドのメガ Vlog、ぜひ楽しみにしててください。Vlog ね、例の2週間かかる
2週間編集にかかるとんでもなく長い10日間を30分詰め込んだ Vlog があるんでぜひそちらを見ていただきたいなと思います。すみちゃんどう？アイスランドの印象とかさ。アイスランドね、正直最初はさ、ゼオさんにアイスランド行こうよって言われた時は、何ここ滝だらけだし、ただ広い土地じゃんって正直思ってました、ごめんなさい。行ってみたら自然の壮大さがすごいんですよ。もう語彙力ないみたいになるんですけども、壮大なんですよそうだねとにかくスケールが日本で見てた自然とはもう桁違い。こんなに私って自然好きだったっけって思うぐらい魅了されちゃって、アイスランド2回行くぐらいどっぷり魅力にハマってます。最初に行ったのが10日間、結構カツカツに回りまくってちょっと足りないなっていう。ただビザの関係でその時は10日間しか入れなかったんですけども、2回目行った時はその反省を生かして2週間行ったので、1ヶ月弱ぐらいはアイスランドに行って、でしっかりこう周遊リングロードトリップをやったっていう感じだね。アイスランドはよくゼオさんが言うマリオのエリアみたいな感じで、ここは氷河地帯、ここは火山地帯、ここはなんかこう苔のモコモコ地帯みたいな感じで、広い土地の中でいろんなエリアがあるんですよ。だからリングロードトリップしても全く飽きなくて、あっという間に2週間は終わっちゃったよね。ほんとそうほんとそうね、ほんとちょっと行けてないエリアあるもんね。行けてないエリアあるもっと行きたいぐらいそのぐらいね魅力が詰まった場所で、僕も、まだまだちょっと語るんですけどまだこっからね熱量高いよね。第4位は語っていいですか第4位なんでいいですか。まだ会社員を辞めて世界旅行行くときにアイスランドはもう絶対に行くぞってもともと実は決めてて、あ、そうなんだ。もうアイスランドに行くために会社を辞めたと言っても過言ではないぐらい。嘘。そのぐらいやっぱすごいね思い入れがあった場所で、絶対に皆さんの期待を裏切らない、とんでもなくすごい国なので、絶対に皆さんに行ってほしいなって思いますし、行くとしたら10日がギリ、できたら2週間かけて行ってほしい。もうそのぐらい内容が詰まりすぎているんで、逆に期待を裏切らないですし、行くんだったらぜひともちょっと長期間しっかり行ってほしいなっていうような場所になってます。はい、その次、世界旅行行ってよかった場所ランキング第3位。第3位は UAE ドバイです。ドバイってなんとなくお金持ちの国っていうイメージで、最初は僕たちあんまり興味を持ってなかったんですけども、一番最初に世界旅行で行った国が実はドバイで、最初ね地球どっちから回っていくかって迷ってたんだけど、最初アメリカに行こうって思ってたんですね。 LA のチケットがすごい安くて、LA のチケットを買ってよし LA 行くぞって思ってて、じゃあ LA のホテル探すぞって調べてたんだけど、LA のホテルって結構古いし狭いしちょっと高かって、あんまテンション上がんないなみたいな、どうしようかなみたいな。でその時まだ海外で運転したこともなくて、車っていう交通手段もどうしようか、タクシーだよなっていう、どっちかっていうなんかあんまうまく過ごせるイメージが湧かないっていう感じだったんですよ。LA ね今となっては車運転できるんで、もっと楽しめるとは思うんですけど、そんな時に逆側を少し調べてみたら、ドバイのホテルって調べるだけでも超面白くて、ホテルが安くて、この値段でこんなラグジュアリーなプール付きのホテル泊まれんの？テンション上がって、会社員を辞めたばかりでやりたいことやるぞの時なんで、そりゃテンション上がる方を選ぼうずって思ってワクワクする方選ぼうずだよね。せっかくだからって、でスミちゃんにちょっと謝って、LA のチケット取っちゃったんだけど、こっちキャンセルしてドバイにしていいみたいなスミちゃんは、いいよみたいな、それは楽しい方やろうよみたいな、って感じで LA のチケットをキャンセルして最初に行ったっていうのがドバイになります。実際行ってみて想像をはるかに超えるクオリティの場所で、かなりびっくりしたんですけども、特徴としては皆さんご存知の通り、世界一の建物、ブルジュ・ハリファを中心に超高層ビル街が広がってます。この周り自体がいろんな施設、世界一でかいショッピングモールのドバイモールとか、世界一でかい噴水のドバイファウンテンとか、まずこの一帯であんまりお金かけなくてもリーズナブルな値段で楽しめますっていうのもあるし、少し場所を変えると世界一の人工島であるパーム・ジュメイラっていう人工島があるので、これまた楽しいリゾート、どっちかって言ったらビーチかな。そうだね、ビーチだね。パーム・ジュメイラの方はビーチを楽しむっていう遊びもできますし、さらに少し離れると砂漠の中のアクティビティみたいなのめちゃくちゃ楽しいんですよ。楽しい。で砂漠の中のホテルとか泊まったり、あと砂漠で撮影したりとかっていうのもすごいいい体験になるので、場所を変えてどんどんいろんな体験ができるし、国がドバイって
って石油業がもともと盛んだったんですけども、石油がどんどん取れなくなってきたってことで石油業から観光業の方に今完全シフトして、国が観光に力入れてるからみんな来てみたいな感じで観光に完全にシフトした街なので、もう本当に格安でも楽しめるし、お金は払えば払うほどもっと楽しいエンターテインメントが待ってるっていう夢のような街が、ドバイっていうようなイメージになります。ドバイはどうでした？ドバイはね、お恥ずかしいんですけど、ドバイが世界旅行1カ国目で行って、正直それまで海外行ったことあるけど、なんか日本が一番都会だって思ってて、ドバイ行ったらもう全然格上がいたと思ったもうなんか最初の景色見て、それこそブルジュハリファとかドバイファウンテンとかドバイモールとか行った時に、もう全然桁違いの都会さで確かに正直びっくりしちゃって住みたいって思った。ああね確かにドバイに確かに言ってたね、住みたいって住みたい。いや僕はその時冷や汗かいてましたけど住みたいだとみたいな物価は結構そこそこ高いからね、確かに冷や汗かくよね。冷や汗かいてあとホテルがすごい楽しくて、ユニークなホテルが多いんですよ。しかもユニークなホテルが安く泊まれて、そうだね、ホテルホッピングが本当楽しかったんだよね。そうドバイは別に物価安い国ではない中で、結構安い価格で2人で7000円でブルジュハリファの目の前のプール付きのホテルとか、ジム付き、プール付き、洗濯機付きに泊まれたりとかすると、日本帰ってくると東京のホテルってなんでこんな高いみたいな思う、プールもないし、部屋の違いなんてもうベッドがダブルかツインかぐらいしか違いないからそっから結構ホテルマニアになったかな。そうドバイでだいぶ開花されたよね。開花された、やっぱホテルこだわりというか、ちょっと上を知っちゃったからというか、より良いホテル泊まりたいなみたいな興味は湧いてきたかなっていう、あとドバイはね本当に街が綺麗なの。清潔っていう意味でね。清潔で、本当に治安が良くて、びっくりしたのがドバイって夏50度ぐらいあるんですよ。暑いから日中誰も出歩かなくって、みんな夕方から出歩くんですけど、公園に夜11時くらいにちっちゃい子たちが遊んでるんですよ。遊んでるね、確かにありえなくないですか？治安悪いとこだったら多分ありえない、日本でも多分ありえないけど、それが実現できるってどんだけ治安いいんだよと思って。確かにね、日本もねかなりトップクラスで治安はいいんですけど、ドバイってさらにイスラム教の人が多いんで、お酒そもそも売ってないコンビニとかスーパーで、日本って飲んでる人たちでわーみたいな、あれがない日本みたいなそうだね、あれがない日本だね、そういう意味で日本よりも一段階レベルが高い治安の良さ、かつなぜかエンタメはすごいみたいなエンタメすごいやっぱそう考えたらやっぱ喋ってて思うけど、やっぱドバイの観光のおすすめ度高いというか、高いよね、しかもさ今もなお新しい建物どんどん建ってるから結構近未来感もあるし、ある進化の止まらないドバイ、このランキングにふさわしい、何様かって何様かって感じなんです。第4位から熱量やばくないめっちゃ喋ってる喋らしてみたいな私に喋らしてみたいなはい、それでは世界旅行で行ってよかった場所第2位です。第2位はモルディブです。インド洋に浮かぶ地球最後の楽園モルディブ。日本もそうなんですけど、世界にはね綺麗なビーチがたくさんあるんですけれども、モルディブのビーチっていうのも正直レベルが違う綺麗なビーチが広がっていて、心の底から地球に生まれてよかったなって感じられる現実社会から離れたロマンチックな場所が広がっているっていうのがモルディブになります。モルディブの国自体っていうのは大きい日本みたいな島国とか大陸とかではなくて、ちっちゃい島が100個以上200個ぐらいかな、広がってて、その地域全体をモルディブっていう風に読むんですけれども、モルディブの観光としてはその100個ぐらいの島の中に1つ1リゾート、1個の島に1個のリゾートが立ってるワンアイランドワンリゾートっていう仕組みで成り立ってます。1週間ぐらいをそのリゾート1個で過ごすことになるんだけど、まず魅力的なのが、モルディブのね代表的な魅力が水上ビラっていう風になるんですけれども、1週間その水上ビラに泊まって、周りに美しいビーチはもちろんサンゴ礁とか見たことないような海洋生物、お魚さんたちが泳いでいて、朝と夕日の時間帯とかでも全然見る生物たちも違うし、1週間いても
も全く飽きない違う世界を見ることができます。さらに日本人にとってすごいおすすめなのは、日本からモルディブまでの航空券、往復の航空券と1週間の水上ビラの宿泊代と1週間のレストランの食事、その中で飲むビールとかアルコールのお酒代とアクティビティがいくつかくっついて、全てパックに含まれるオールインクルーシブプランっていうのがすごいおすすめで、僕たちもハネムーンの時にそれ最初に発見して行ったんですけれども、1週間だいたい過ごして行って楽しんで帰ってくるまでのパックのお金が1人35万円ぐらいだったんで、これめっちゃお得やぞってことで、本当に天国な体験ができるので、これはかなりおすすめです。普通こう観光に行った時とかに、レストランここ高いんかな安いんかなとか調べたり、ちょっとメニューこのビーフ高そうみたいな、こっちのちょっと安いのにしようみたいなのが一切なくて、もう全部パックに含まれてるんで値段気にしなくていいんだってことで選びやすいし、別にビールも何杯飲んでもパックに含まれてるんで、気にせずもうアルコールとかを頼んで飲んで、朝食、昼食、ディナー、そのプランによって変わるんですけども、僕たちが体験したやつだと朝食はもちろん含まれてますし、昼ビーチとかシュノーケリングし終わった後にちょっとプールサイドで一杯飲もうかみたいな、もうそれも全部タダ。あとはプランによるんですけど、誕生日のとか記念日とかの、ハネムーンもそうか、のケーキとかのプレートも全部タダみたいな、そういうのもあったんで、このオールインクルーシブプランを調べて内容がいいとこを探していくっていうのも一個楽しいかなと思います。このオールインクルーシブプランで地味に嬉しいのが、ホテルのミニバーとかあるじゃないですか、あれ結構高い値段で、スナックとかお酒とかあると思うんですけど、ミニバーもオールインクルーシブプランに含まれてるパターンがあって、結構充実した酒とか、シャンパンとかをボトルバーンって開けて水上ビラで飲むみたいな、スナックとかもガサッと取って、なんて贅沢なんだみたいなちょっとちっちゃい話なんだけど、ミニバーって高いし手つけないから、いつもそうあれをガサって取るのがね、結構背徳感というかあるよね、楽しい。わかる。あとは追加料金かかるかもしれないけども、より沖に出てジンベエザメを見るプランとかもあるので、これがもう全部一つの島でできるっていうのは本当にモルディブだけなんじゃないかなと思います。モルディブはもうね、間違いなく1にしてもおかしくないぐらいの場所なんだけど、いろいろ考えて悩みに悩んで第2位っていう感じなんですけども、すみちゃん的にはどう？だから正直モルディブ行った時に、こんな天国みたいな島がこの世の中に存在するんだってことに衝撃を受けたね。オールインクルーシブがすごいいいなと思って、料理の食べ放題、お酒の飲み放題もそうだし、アクティビティもサップとかカヤック、あとシュノーケルセットとか、もう全部基本無料なんですよ。そうだね。それが全部含まれてるっていうのはもう最高ですね。そうだね、確かにね。僕たちが予約してるのがだいたいその1人35万円ぐらいで、もう全部含まれたパックなんですけど、物価高でハワイとかに行ったりとかすると35万なんてもうすぐ飛ぶじゃん。飛ぶ。もうホテル1泊2人で10万とかするぐらいの物価高にハワイとかなってるんで、しかも往復の航空券も含んで35万なんで、そこからしたらモルディブってかなりクオリティも高いしコスパもいいっていうので、結構そういうのがお気に入りのポイントに入ってくるかなと思います。間違いない。それでは世界旅行で行ってよかった場所第1位の前に番外編ということでランキングにはちょっと今回入れなかったんですけれども、それぞれ個人的にめちゃくちゃお気に入りな場所があったので、番外編としてそれを1個紹介していこうかなと思います。じゃあすみちゃんから。私はフランス西部のモンサンミッシェルです。皆さんモンサンミッシェル行ったことある人多いと思うんですよ。私がすごく気に入ってるのは、モンサンミッシェルの近くにあるくねくねした道っていうのかな、そこ越しのモンサンミッシェルが絵画のようで、羊さんもいて、すごい絵画みたいで、そこがすごいお気に入りです。確かにあそこね、ちなみにどこっていう質問めちゃくちゃ受けるんだけど、あそこ実は私有地で僕らが紹介しづらいというか、紹介していいんかねっていうのがあるんで、お答えはできないんですけど、なんか調べたらちゃんと出てくるんで、ちょっと聞かずに調べてもらいたいっていう場所になるんで、あとVlog もモンサンミッシェルの Vlog もしっかり出そうと思ってるんで、その中でもうちょっとヒントとか情報をお出しできるかなと思います。もう一つあってフィンランドです。フィンランド嫌いな女子いないんじゃないですか確かに全女子大好きなフィンランド、ランキング入れたかったんですけど、ちょっとここが番外編になります。女子に寄っちゃうかなと思って、番外編にしてて、そうだね、ちょっとそうだよね。そうだってフィンランドの時ゼオさんホテルの中こもっててなんでって感じなんですけど、
私一人でサンタクロースビレッジ泊まってたので、サンタクロースビレッジのない面白いんですよ、トナカイがいたりサンタさんに会えたりするんですけど、部屋にいて私一人で回ってましたからね、何してたの？俺部屋でマキシマムザホルモン聞いてたヘドバンしてた。ヘドバンしてたフィンランドはサンタクロースビレッジがまずおすすめです。とにかく可愛いです。施設内で完結できるんでものすごいおすすめなのと、あとトナカイさんとハスキーのソリ、これフィンランドならではなんでぜひやってほしい。あとね、ホテルからなんとオーロラ見えます。あれは感動したね。感動したよね、うん、宿泊したうち3日見れたかな。2日宿泊して3 3日見れたんで、だいぶ高確率だと思うんですけど、オーロラも結構俺ら狙って行ってたけど、アイスランドよりもやっぱ北緯って大事だなって思って、大事オーロラに関しては、北であればあるほど見る確率高いっていうのはあるんで、正直アイスランドよりはフィンランドの北部のロバニエミとかの方が見れた、バッキバキのオーロラが見えるんで、今回スミちゃんが言うとこの、フランスフィンランドも女子っぽいってとこで、今回2人の中のランキングからは外したんだけど、確かにランキングにパリとかハワイすら入ってないっていうんで、かなりね、もうこれは激戦中の激戦ですよサントリーニ島も入ってないっていう、サントリーもすら入ってない激戦すぎる、やばいよね、てかそっか、ハワイも入ってないのか、それはさすがにおったの珍百景だろ。で、僕の番外編になるんですけれども、僕の番外編はフェロー諸島。これ結構知り合いの人とかにフェロー諸島良かったですよ、フェロー諸島良かったですよって、このチャンネルの中でもコツコツ言ってってるんですけどこれはイメージが皆さんに伝わりなさすぎるということで、ランキングから外しましたけど、僕的にはもう1位に近いぐらいのトップ、にしてもおかしくないぐらい、アイスランドよりも上に来る。大好きだもんね、フェロー諸島。大好き。魅力としてはアイスランドに似てて、壮大な滝とか独特なユニークな崖、断崖絶壁とか、ドローンの飛ばしがいもあるし、もう見ててもすごい楽しい場所。アイスランドって大体北海道の 1.2 倍ぐらい、かなり広いんで、移動時間が半端ないんですよ。5時間運転とか。フェロー諸島ってすごいちっちゃいんで、アイスランドをコンパクトにして、なおかつもっとこう可愛くした感じ、メルヘンにした感じの島がフェロー諸島って感じで、景色もめちゃくちゃすごいんですけれども、そこに住んでる人よりも羊さんの方が多いっていう風に言われてて、実はめちゃくちゃ羊さんも道端にめっちゃいるんですよ。可愛いんですよ。可愛いよね。そう、可愛くしたアイスランドみたいな。これはもうこの時点で伝わらないアイスランドすらみんな分かんないのに、あとみんなフェロー諸島の場所が分かんないと思う。場所分かんないね。イギリスとアイスランドとノルウェーの真ん中ぐらい。どれも分かんないみんなの頭にハテナ増やして終わらせてるみたいな羊がとにかく可愛くて、本当にお尻プリプリさせながら車運転してても全く避けないんですよ。こっちが気をつけてないと引いちゃいそうになるけど、もうあっちはもう堂々とプリプリしながら歩ってて、すっごい可愛いよね。可愛い。羊ばっかとその1週間ぐらい過ごしてたんで、羊それぞれの表情とか顔の個性が分かるようになってくるんですよ。あいつはなんかばあちゃんみたいな顔してるなとかこいつなんかじいちゃんみたいな顔してるなみたいなあるとかがあっても、結構ね可愛いメルヘンな島がフェロー諸島番外編ということで、僕のおすすめの場所になります。はい、ということで世界旅行行ってよかった場所トップ1位の紹介です。第1位、トルコカッパドキアです。来ましたね、ついに。こんな激戦を乗り越えて、激戦中の激戦ですからね、マジでカッパドキアです、はい、ということで世界旅行2年やってる夫婦が選ぶ世界の絶景行ってよかった場所、ランキング第1位はカッパドキアということで、気球と奇岩の奇跡の街のカッパドキアでございます。When it came apart, I didn't think she'd break my heart. We were justで、ここは皆様ご存知の通り、毎朝空一面の気球が上がる場所でして、でさらに街全体が奇妙な形をしたいわ奇岩と呼ばれるもの、石灰岩でできていて、でさらに伝統的なラグ絨毯が売られてて、魔法のランプみたいなのが地中にこう馴染んでるというか、自然が作った奇岩の絶景と人間の歴史と毎朝上がる気球たち、でも人工物と自然の融合奇跡っていうような場所がカッパドキアの魅力になります。ランキングを通して見ても自然の
の絶景ってなかなか天気とかに左右されたりも、もちろんカッパドキアもあるんですけども、カッパドキアって基本晴れてて、雨が降ってなくて風が強くなかったら基本毎朝気球って上がるんですよ。街の中で上がるんで、ホテルから起きてルーフトップに行ったら気球の絶景が見れるということで、難易度的にもすごい簡単。行って数日間いさえすれば絶景が見ることができる。皆さんにとって行きやすいんじゃないかなってことで、このランキング1位にしております。例えばそのドバイとかロンドンとかもそうなんですけども、人工物と歴史がすごい街みたいなの見方もありますし、はたまたアイスランドとか、さっきのフェロー諸島とかもそうですし、アルプスもそうですし、自然がすごいみたいな場所もあるんですけども、カッパドキアって街全体の雰囲気と気球と奇岩、石灰岩に囲まれた街自体の微妙なバランスがすごい美しくて、カッパドキアだけは本当に間違いなく地球でここでしか見ることのできない絶景って断言できるような奇跡の街だなと思います。すみちゃん、カッパドキアはどうですかね？カッパドキアはね、ケイブホテルに宿泊して、気球って毎朝早いんで早起きするんですよ。ドア開けて、もう信じられないぐらい夢見てんのかなって思うぐらいの景色なんですよ。このとんがり山みたいな木がこういっぱいあって、この中を大量の気球が飛んでるっていう絵本みたいな、アニメとか、アニメだね。そう CG とかそういう世界を見てる気がして、本当夢の中みたいな、非現実的すぎてボケーっとしちゃったもんね。確かに。しかもね、気球もめちゃくちゃ手届くぐらい近いとこ来るんですよ。かなり攻めてくるよね。街にレストランがあって、テラス席みたいな、そこまでこうグワーって来る、実家みたいな。運転技術半端じゃなくない？すごいすごい。日本絶対ないよ、あんなこんなギリギリこんなとこそう日本はね、やっぱ安全大好きだから安全第一でいいんだけど、カッパドキア攻めてたね。攻めてたね。その分やっぱり映像とか写真がたくさん撮れて、そうだね、よかったよね。よかったよかった。カッパドキアの良さってこの奇岩と気球だと思うんですけど、毎朝見れるんですよ。予約なしでホテルから見れるって最高じゃないですか。そうだね。自分自身が早起き頑張ればさ、そう毎朝やってるんだよ。祭りみたいな感じで。私がすごいカッパドキアでいい思い出になったのが、現地のフォトグラファーの村戸さんにお願いして、夫婦の写真とか映像を撮ってもらったんですよ。それがすっごいいい思い出になって、2人旅してるとなかなか他人撮りっていうのかな、他の人に撮ってもらう機会、ね、そう難しいんですよ。やっぱスリの心配とか、お金払ってでもやったっていうのはすごいいい経験でした。自分も写真撮ったりとか映像撮ったりとか作ったりとかあるんですけど、クリエイターから見てもカッパドキアのクリエイターたちのレベルってめちゃくちゃ高いなと思って、街全体が芸術的クリエイティブなシーンだから、カメラについても少し喋ったらめちゃくちゃ詳しくて、このレンズはこういう色味出るからいいよとか、衣装も詳しいし、時間帯とかスポットとかどういうタイミングで撮ったらいいかとか、ポージングの指示もすっごい具体的、こっちを見てこうしてとか、頭をこうしてどっちの角度にしてとか、すっごい細かく的確に教えてくれて、言われた通りやったらもう自然と映えてるみたいな、なんかただいいカメラを持ったクリエイター写真家みたいな人もやっぱいるんですけど、全然それと真逆の知ってんなっていうタイプの、もう知ってんなやってんなっていうタイプのクリエイターが多いイメージなのがやっぱカッパドキアでした。フォトグラファー同士どこの使ってんのみたいな、お互いなんかよく喋ってて、喋ったどのカメラどのレンズみたいな、そうドローンの会話とかもしてて、そうみんなお互い興味津々みたいな。そうだね、クリエイターが集まってる場としてはバリもそうだったけど、カッパドキアもカメラとかを持ち寄って喋ってる感じはあったよね。カッパドキア、カッパドキアの Vlog ってもうこのチャンネルはめちゃくちゃ人気があって、質問もすごい来るんで、まだ Vlog 見てない方とか思い出してまたカッパドキアちょっと Vlog 見たいなっていう人は、もう僕もねもう一回何回でも見たいタイプなんですけどVlog をねリンクの方から見てもらえればと思います。はい、ということで世界旅行をしている夫婦が世界旅行の中で一番どこが良かったかっていう質問に答えてみたということでランキングを紹介しました。皆さんいかがだったでしょうか。このランキングには出てないサントリーニとか、アメリカのグランドキャニオンとかめっちゃすごかったんですけど、悩みに並んでそこら辺がまだ入ってないぐらい今回のランキングで激戦しました。すみちゃんもね、もう冒頭お話しした通り、もう悩みに悩んで昨日の夜8時間しか寝れなかったってことで、すみちゃんにゆっくり寝ていただいて次のエピソードも楽しみにしておいてください。で登録いいねがまだの人は登録してください。また概要欄からメンバー登録っていうのをしていただくと、より僕たちの生の情報とかゼオキを応援したいっていう方がいたら、ぜひともねメンバー登録の方をお願いします。お願いします。人生は自己実現と家族孝行、ゼオキの冒険は続く。とんがり帽子の岩がいっぱいだわね。ポリンキーポリンキー
三角形の秘密はねってやつ知ってる？いっぱいあるね、三角が。ポリンキー。お腹空いてんの？お腹も空いてる。